こんにちは、トレジャーズです。2026年4月10日午前3時、トラック諸島、中国諸島近海にあった熱帯低気圧が台風4号シンラコーになりました。中国は熱帯低気圧の発生地ではあるんですけれども、中国で発生した低気圧がグアムに北上するにつれて台風になっていくことが多くて、中国自体に台風が当たることはあまり多くありません。で、今回のシンラコーですが、最初はピークが11日の午前0時で、2日ほどで風は収まっていく予報でした。これが実際蓋を開けてみると、もう刻々と予報が変化して、結局ピークは12日の午前4時、2日で去っていくと思っていた台風はだいぶ停滞して、最終的には4日間強風が続きました。結果としてシンラコーは中国に大きな被害をもたらしたわけですが、今回の動画はその被害状況の記録、ご報告を皆さんに見ていただこうと思います。4月10日午前10時、風が強まってきました。この時の予報では強風のピークはこの日の夜遅くだったんですけど、当初の私たちの予想ではこの動画の時よりもちょっと風が強まるぐらいだと思ってました。夕方になると雨が降り始めて風も強まってきました。5時半に停電しまして、停電はこの後丸5日間続くことになりました。夜中は停電のため真っ暗で、目を閉じてても開けてても同じ暗闇。とにかく風と雨の音がすごくて怖かったです。翌朝9時、朝になって少し風が弱まった気がしますが、依然として風は強く、屋根にはヤシの実が落ちてきてゴンゴンと大きな音を立てています。私の家は風当たりが弱い方だったのですが、それでも庭はかなり荒れてました。今の状況を SNS で報告したり、コンタクトを取りたい人がいたので、インターネットを求めてホテルへ行くことにしました。ネットがつながらないので、最新の台風の動向っていうのを把握できなくて、私たちは当初の予報通りもうピークは過ぎた、ここから良くなっていくだろうと思って外出したんですけれども、思っていた以上に風が強くて、何度も引き返そうかどうしようか話しながら車を進めていきました。この先は冠水がすごかったです。おそらく打ち上がった波の海水が下水の方に排水されなくて、もう溢れ返ってるんだと思います。あまりにもひどいので一旦港の方に避難しました。みんな歩道を回ってきてるね。私たちはこの先に進むのを諦めて引き返すことにしました。
トラックストップホテルの様子を見に来ました。ここはもろに風が当たる場所なので、とにかく強風、被害も大きいんじゃないかと思います。あれ、屋根ないじゃん。こんにちは。俺も向こう飛んできたよ。飛んできました。どうでした向こう。向こう今行ける。大木があったけど、それカットしてくれたから行けた。それらとかで行けると思う。こっちはもうヤマハの前とかもう水が深すぎて行けないですね。車通ってますけど心配、足回りとか。そんな。ありがとうございます。気をつけて。ここ風当たるもんな。そろそろ自宅に到着します。ピークは過ぎたと思っていた台風は実際は中区間省のすぐ北の辺りで停滞しながら勢力を増していたようです。なのでこの後もどんどん風が強くなってこの翌朝の4時頃にピークを迎えました。4月12日朝7時、爆風の一夜が明け、まだ風は強かったのですが、私たちは再びホテルへ向かってみることにしました。ここは前日冠水がひどくて引き返した場所です。昨日の様子はこんな感じ。すっかり水は引きましたが、まだ砂や砂利が残っていました。対向車が道路の砂利を避けてこちら側の車線を走ってきました。この先がこの道中で一番海に近い場所になります。下がってるやん道。行かれへんよ。でも来てたよね。たくさんの大きな石が左側の海から打ち上げられて道路を塞いでいました。う
うわうわうわ。ほんまや、壁が。うわ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 。溢れてるんですよ。もう間もなくホテルに到着します。ただでネットを使わせてもらうのは申し訳ないので、レストランが空いていたら食事をしながらと思っていたのですが、営業できる状態ではなかったようです。頑丈なホテルではありますが、特にこの L5 ホテルは海側に風を遮るものが何もないので、少なからず被害を受けていたようです。ホテルでは発電機とスターリンクがあるおかげでネット接続ができ、SNS やブログで私たちの無事を報告することができました。ここからは帰り道です。あ、やだ。先ほどの石で塞がっていた道路は、道路脇に1台ずつしか通れる幅がなかったため大渋滞が起こっていました。向こうから来る車が全然途切れなくて一生帰れないんじゃないかと思いました。朝空いてました。すごい助かる。多分今日なんか水買う人が多いかなと思います。今
いつも買ってる水の販売店行ったらもう水ソールドアウトしてたんで、ペットボトルで売ってるやつ買いなって言われました。この辺りも昨日はすごく水が溜まっていたんですけれども、綺麗に引いていました。奥の山は本来は青々としているんですけれども、木が倒れ葉が落ちて茶色くなってしまいました。2015年の台風メイサクが上陸した時もこんな感じでしたね。これはうちの前の海です。初日に比べると波は少し落ち着いてきたかなと思います。4月13日朝7時、台風が過ぎ去りました。もうザパンザパン全然してないもんね。お、どうや。お、通れるわ。素晴らしい。ありがとう。打ち上げられた石や木は撤去され、道路が通れるようになっていました。うわー、港の形全然違う。作業に当たってくれた皆さん、本当にありがとうございました。トラックストップホテルの桟橋です。まだ低気圧や台風の時にしか吹かない方向から風が吹いているものの、だいぶ穏やかさを取り戻しました。桟橋の先端にはこんな感じで東屋的なものがあったんですけれども、すべてなくなってしまいました。4月15日朝8時、台風後初めてブルーラグーン方面へ行ってみました。街中は建物の被害が、こちら側は倒木による電柱の被害が目立ちました。電気やインターネットの復旧にはかなりの時間がかかるのではないかと思われます。わー、でっかいこの倒木。こんな大木が根元から倒れるなんてどれほどの強風、そして恐怖だったことでしょう。この辺はいつも通りやな。なんせ葉っぱが全部落ちてなんかスカスカ、景色が。あそこのマンゴーもスカスカやで今見たら。もう何にもないもんな。うわー、デブちゃん無事やった？おはようデブロン。キャいた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 。エソップ無事だった。はいはいはいデブちゃん。もうブルーラグーンの方は通常運転というかダイビングも出てますね。ただボートが屋根を切ってあるのかなこれ。あとはこっちのガソリンの倉庫が屋根が飛んだっぽくて今修理してますね。
この辺はボートも陸に上げてなんやろな。なんかあそこの東屋がないよね。飛んだんか。あの辺もずっと砂が。ちょっと行ってみようか。こっちビーチがあるんだけど、波で多分打ち上がって砂がね、この庭まで打ち上がってきてるっぽくて白いんですよね、ずっと先の方。海藻か、この白いの。海藻、打ち上がってきた海藻と、この辺砂と。これ客室がこう、もう本当海の目の前だからさ、多分すごい景色だったと思う。ここまで波上がってきてるってことやもんな。すごいな。石とかすごいもんね。ほんまや。石。晴れてもてるよ。大丈夫です。こんにちは。誰ですか。よかった。こんにちは。撮ってるから声かけない。全然大丈夫。どうジープ。いや、ジープはちょっとやっぱ壊れてましたけど、うん本当に壊れてたら窓ガラスとかあー壊れてとか、あーあとはバーベキュープレイスが全部もうなくなってましたね。いあとはなんかだからフォロムも確認してきて、フォロムの方がひどかったです。そうなんだ。木バッタバタ倒れて歩くこともないぐらい。マジで？はい。建物は？建物は案外大丈夫でしたね、どっちも。なんかもうフォロムはトイレの下のところ、水槽みたいな、あれがもう全部出てて、壁もボロボロで。マジか。ちょっと今得た情報だと、この無事やなには綺麗やなって言ってたけど、結構ヤシの木は倒れてたっぽいです。もう片付けた後。あとはレストランの屋根が飛んだって言ってて。バー。これも打ち上がってきた石が。うわ。よくでもこの屋根無事だったね、このバーの屋根ね。少しだけだね。まあまあか。あそこ崩れてるやん。そう。うわー、なるほど。手すりがこうぐるーっと手すりあったんだけど、手すりはこの白いね、こういう手すりがあったけど、これは全部消失してますね。うわー、ここか、バーベキューの屋根か、これ。うわー、綺麗に落ちてる。統治下は無事やな。統治下丈夫やな。うわー、なくなってる。こんな感じで、ここね、テラスがあったんだけど。レストランの屋根も傷んでたみたいですね。ここは電柱が垂れて、この木に引っかかって、ここがひどいね。これは翌4月16日、CPUC の作業員が電線にかかった倒木の撤去作業を進めていました。その翌日には家の近くで電話局の作業員が勤務時間を過ぎた後も復旧作業を続け、そのまた翌日にも CPUC と電話局の方々が作業している姿を見かけました。すごい。作業員の方々には本当に感謝しかありません。ありがとうございます。
以上が台風が発生した4月10日から数日間の様子でした。今日は4月18日なんですけれども、天候はもうご覧の通りとても穏やかです。もう今の時期としては異例なぐらいの穏やかさとなっています。で、電気なんですけれども、電気は10日の17時半に停電が始まって15日の17時まで続きました。丸5日間ですね。で、島の主要部、病院とか空港とかは2日ほど早く復旧していたと思います。で、まだ復旧していない地域っていうのもあります。インターネットも停電と同時につながらなくなって、まさにね今なんですけど、今連絡入ったんですけどつながるようになったらしいです。これもね島の中心部の方から復旧していって、でうちが今来て、でまだつながってない地域もあります。動画でも昨日作業員の方がね作業している様子をご覧いただいたと思うんですけれども、本当にね暗くなってからもライトで照らしながら復旧作業をしてくれていました。それから食料品とか日用品、物資なんですけれども、台風の後もスーパーには生鮮食品はあまりなかったんですけれども、缶詰とかインスタントラーメン、お米は売っていましたし、トイレットペーパーとかカセットコンロに使うカセットボンベなんかは十分に売られていました。で、中区にそういったものを運んでくる船は共和海運っていう日本の会社の船なんですけれども、当初の入港予定は13日だったと思います。で、その船グアムから来るんですけど、中区はその時強風真っ只中で、その台風はグアムの方に向かっていくので、グアムを台風が通り過ぎるまでは共和の船はこっちには来れないと思ってたんですよ。なんですが来たんです。もうほんとびっくりしました。来れたのと思って。ただそれがすぐ入港したわけじゃなくて、ちょっとね正確な理由はわからないんですけど、数日間沖の方で停泊していました。結構長かったですね。今日はの船が来たの14日かな。それがね昨日になって入港してるのを見たので、3日間沖に停泊していたということになります。で、その船入ってきたので、もうねすぐにでも食料品とかはスーパーに並び始めると思います。で、ガソリンはまだ風が強い最中、13日月曜日にガソリンスタンド開いてたんですよ。2軒で結構並んでたんですけど、ガソリン売ってるなーなんて思ってたんですが、翌日14日になってもう全部クローズ、全店閉まってました。だったんですが、それも昨日町の方行ってみたらガソリンスタンド全部開いてました。すごい並んでて、その交通整理に警察も立っているような状況だったんですけれども、ちょこっとだけね動画撮ってきたのでご覧ください。すごいね。こんにちは。How much is gas? Same price. Same price? おー、Thank you. すごい行列。海。おー。こんな感じでね、もうほんとすごい行列ができてましたが、ガソリンは手に入るという状況になりました。こんな感じが、昨日今日の状況、今現在の状況です。まだねこの島の中でも停電が続いているところありますし、あとは船がね転覆しているのも見かけましたし、死者も数人出ているっていう話を聞いています。この島以外にももっと台風の中心地に近い島なんかはさらに大きな被害が出てると思いますし、外洋の島々なんかは自給自足の部分が大きいので、バナナとかパンの木が強風で倒れてしまったりとか、タロイモが海水をかぶって枯れてしまったり、今後食料不足になることも予想されます。一日も早くみんながいつも通りの日常を取り戻せるといいなと思います。というわけで今回は台風4号新羅港による被害の記録を見ていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。